皆さんこんにちは。今回はフェザントテールニンフのタイイングを紹介いたします。数あるパターンの中でもいつもフライボックスに準備しておきたいパターンとしてフランク・ソーヤーがデザインしたこの1本を巻いてみたいと思います。このフライの特徴としてスレッドは使わずにワイヤーで直接巻いていきます。ワイヤーをベント側に向けて相側より重ねて巻き始めていきます。余分を巻き込みながらフックベント側へ巻き進んでいきます。テールとなるフェザントテールのファイバーを4本ほどフックシャンクの上に置き、2回転で巻き止め、テールの長さを決めていきます。テールの余りとなったフェザントテールのファイバーを相側に向けてアブドメン材として巻き進んでいきます。この時テール材が動かないようにワイヤーを少し強めに引っ張っておくことがポイントです。フライの耐久性を上げることを目的としてここで反時計回りにフェザントテールを巻いていきます。アイの後ろまで巻き進んだら指先で保持しておきます。次にアイから見て時計回りに回転させながら相側へ巻き進んでいきます。先に巻いたフェザントテールの上にリブを施しながら進んでいきます。反時計回りに巻いたフェザントテールと時計回りに巻くワイヤーをクロスすることによって耐久性を上げることができます。ワイヤーでフェザントテールを固定したら余分をカットします。ウィングケースとなるフェザントテールのファイバーを8本ほど新たに用意します。フェザントテールファイバーの少し黒いところがウィングケースに当たるように巻き留めていきます。この黒い部分がウィングケースのちょっとしたアクセントになってかっこよく仕上がります。2回転ほど巻いて長さの調整をしていきます。ワイヤーで巻く場合、2回転以上巻いてしまうとしっかり固定されるのでファイバーが切れてしまう恐れが出てきます。ソラックス部を中心に巻き留めていきます。ベント側に出た余分をカットします。ソラックスの素材となるのはスレッド代わりのワイヤーです。横から見た仕上がりが緩やかな楕円形になるように時計回りにワイヤーを巻いていきます。ソラックスとして適度なボリュームになるまで巻いていってください。ウィングケースとして巻き留めたフェザントテールをベント側に折り返していきます。ワイヤーで3回ほど巻き留めた後、そのままウィップフィニッシュをしていきます。ワイヤーなのでウィップフィニッシュがちょっと硬いですが、ゆっくり慎重に巻き留めていきましょう。ベント側のフェザントテールの余分をカットして完成です。いかがだったでしょうか。今回はフランク・ソーヤーが考案したフェザントテールを紹介いたしました。まだニンフフィッシングのご経験がない方はこの1本から始められてはいかがでしょうか。フランク・ソーヤーで検索するとニンフフィッシングの歴史を知ることができます。お時間があるときに調べられてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。